月明かりさえ眩しいねこんな日は。ああ気持ちの先がときめきの境界線からちょっとはみ出しそう。そばにいるとだんだん気になる気のないふりしてるのか。だんだん涙が心に隠しきれずにだんだん切なくだんだん寂しく好きなの音聞けたらいいのにね。ビールと枝豆。いやー、今日も暑かったな。何言ってんだ山岡。いかにも取材で外を歩き回ったような口ぶりじゃないか。一日中冷房の効いた車内で昼寝てたくせによ。そりゃ副部長でしょ。俺はちゃんと仕事に出かけてましたよ。昼飯食いに行っただけだろ。冗談じゃない。もうそんなことより喉が渇いちゃったわ。そうよ。それより山岡さん、ビール継ぎの名人のいるビアホールってまだなの？もうすぐだよ。でもビールを継ぐのに上手下手ってあるんですか？もちろん。ビールはどう継いだって同じビールだと思うけど。ほんとよく冷えてるか生ぬるいかの差だけじゃないの。とんでもない。同じビールでも継ぎ方一つで美味しくもまずくもなるんだ。本当かしら。その名人ってさ、例えばブランデーの小瓶かなんか隠し持ってて継ぐ時にこっそりビールの中に混ぜたりするんじゃないのかな。副部長の考えそうなことだね。何さそれどういう意味さ山岡。まさか私がそういうことをするって言うんじゃないでしょうね。まあいいから抑えて抑えて。でもなんだかとっても楽しみじゃない？名人の継いだビール早く飲みたいわ。へえ、広いんですね。いい感じじゃない？ほんと。こんなところがあったなんてね。みんなこの店が初めてとは意外だな。副部長なんか何十年も銀座界隈をのたくってるくせに。こら私はミミズか。何やのおじさん。いやどうもどうも。品よくしてくださらないと私たち別のテーブルに移りますわよ。そういうこと。いやまあここの名前くらいは知ってたけど私にはちょっと上品すぎるような気がしてね。いらっしゃいませ。生ビール5つ。かしこまりました。とにかく私はビアホールというとビルの屋上。提灯が下がってバンドが入ってハワイアンなんかもう副部長もお年なんだからこれからこういう品のいいところで飲むようにしたら。何？ビルの屋上で万国旗掴んで踊り回るようなことはやめてさ。誰が踊り回ったってのよ。いやそのこの前踊っちゃったのはだね、そのなんていう。さあ笑ってばっかりいないでおつまみ考えましょうよ。串カツ、トウモロコシとウインナーでしょ。それと枝豆。ビールにはやっぱり枝豆が最高。はい、お待ちどうさまでした。いやー来たよーしまずはグググッと乾杯といこうか。乾杯。山岡さんどうしたんですか？森沢さん今日は休みらしい。森沢さんってここの店の主任で例のビール継ぎの名人だよ。あら、それじゃあ今日来た意味がないわ。ビールは継ぎ方で味が変わるということを確かめに来たのにね。でもどうしてその名人が休みだってわかるんだ？このジョッキを見ればわかります。ほら、泡の上の端から2センチほどへこんで、泡はジョッキの内側にうっすらとこびりついているだけ。
泡の部分が弾けてしまったのね。ジョッキの外側についたつゆの粒はまだ小さい。ビールをついでからほんのわずかな時間しか経っていないことの証拠だ。それなのに泡は潰れてしまった。それはビールをついだ時に立つこの泡の一粒一粒が大きいからなんだ。なるほど。森沢さんならこんな継ぎ方はしない。森沢さんがいれば絶対に全てのジョッキは自分で継ぐからね。それで今日はお休みだってわかるのね。しかしこれがビールの味とどういう関係があるのかね。で私はこれで十分美味しいように思えるけどな。それは森沢さんの本当に美味しいビールが来た時に説明します。ああ、君。はい。森沢さん、今日は休みなの？今日だけじゃないんです。病気か何かで？いえ。何なの？俺は昔からの知り合いなんだけど。実はお辞めになったんです。森沢さんが店を辞めたってそんな、どうして？森沢さんはこの店の看板だったのに。森沢さんもここに骨をうずめるって言ってたのに、一体なぜなんだよ。どうして？いえ、それは私には。なんか訳がありそうね。実はこの店最近オーナーが変わったんだよね。神野グループが買収したんだ。ホテルからレストランまで手広く活動している新興の企業集団だね。その社長の神野という人物はかなり悪が強いので有名だからな。森沢さんとは馬が合わなかったのかな。北海道に越されるんですって？はい。以前から仕事を辞めたら北海道の自然に抱かれて余生を過ごしたいと思っていました。北海道は主人と私のふるさとなんです。親戚もいて来ないかって言ってくれますので。そうですか。いや、しかし森沢さんはみんなに美味しいビールを飲んでもらうことに生きがいを感じてるっていつかあの店に骨をうずめる覚悟だっておっしゃってたじゃありませんか。それなのに今さら引退するなんて。森沢さん、今度の神野社長との間に何かあったんじゃありませんか。一体何があったんです？山岡さん。私の心が通じなかった。ただそれだけです。心が通じなかった。私は50年近くお客様に喜んでいただこうと、ただそれだけを考えて仕事をしてきました。幸い今まで多くのお客様に私の心が通じて可愛がっていただきました。それが今度の社長には誠心誠意お仕えしようと思ったんですが、私の心が通じなかった。そうすると今まで張り詰めていた心がふっと力を失って。森沢さん、もう私には働く気力がありません。心からあの仕事も職場も愛していて、おっしゃるように骨をうずめる覚悟でいたのですが。心が通じなかったか。実際にはどんなことがあったのかしら。さあ、いずれにしろあの誠実そのものの森沢さんが心を傷つけられたんだ。よほどのことがあったに違いない。そうですね。それがどんなことなのか正直言って聞きたかった。だがその心の傷を手荒く触れるようで、さすがの俺にも聞けなかった。森沢さん、お子さんは？いないらしい。そう、お二人だけなんですか？
引退して喜んで北海道に帰るのならともかく、せっかく骨をうずめようとしている人、どうも気に入らないね。山岡さん。一度直接会ってやるが。誰にですか？決まってるじゃないか、神野社長にだよ。会ってどうするんですか？わからん。山岡さん。ただ一言言ってやらないと気が済まないのさ。一言。山岡さん。お帰りなさいませ。東西新聞の方がお待ちですが。神野社長ですね。うん。昨日電話でお願いした東西新聞の山岡です。栗田です。ビアホールのビール継ぎがやめたのが何だというのかね。この忙しいのに全く。5分間で結構ですから。3分だ。心が通じなかっただと？何をきれい事を抜かすか。森沢さんは社長一人のものじゃない。ビールが好きな連中みんなのものだ。森沢さんがいなくなったら我々はもうあの店に行きませんよ。彼が何をしたか知らんからそんなことが言えるんだ。何をしたというんですか？こういうことはあまり言いたくなかった。彼の人格に関わることだからな。だが言わなければ君が納得せぬようだ。彼は私に腐った豆を食わせたんだ。腐った豆を？まさか。口さがない連中は私のことを儲かることなら何にでも食らいつくダボハゼみたいなやつだと言う。ダボハゼ？何がおかしい？すいません。しかしそんなのは私に悪意を持つ者の言うデタラメだ。私は自分の仕事に誇りを持っている。ホテルだってレストランだって金儲け以前にどれだけお客様に誠意を尽くすかが大事だと思っている。ところがあの森沢という男、レストラン業の人間が決してしてはならぬことをした。客に腐ったものを食べさせようとしたのだ。一体何があったのか詳しく聞かせていただけませんか？約束の3分を超えるが仕方がない。話してやろう。私があのビアホールを買収したのも元はといえば何を隠そう森沢というビール継ぎの名人がいたからこそなのだ。買収をした後私は真っ先に森沢に会いに行った。そして開店の日一番乗りするからうまいビールを飲ませてくれと頼んだんだ。森沢さん、私が客の第1号だ。新しい店になってあなたの継ぐビールを最初に飲む客がこの私だ。光栄に存じます。おつまみは何にしましょう？私は豆類が好きでビールのつまみには枝豆が一番だと思っているが。承知しました。最上の枝豆を用意します。そして開店の日が来た。お待たせしました。ああ、ありがとう。うまい。噂にたがわずうまい。今までこんなうまいビールは飲んだことがない。ありがとうございます。だが森沢は顔で笑っていたが腹の中にはどす黒いものが渦巻いていたんだ。私は楽しみにしていた枝豆の一つを取った。するとなんと緑の豆の代わりに黒く変色した豆が出てきたのだ。ああ、豆が黒かったんですか？そう、腐って黒くなっていたのだ。どの枝豆の鞘からも黒い豆が出てきたんですか？そうだ、どの鞘からもだ。奴は腐った豆を山盛りにして出しおったんだ。
どうして森沢さんがそんなことを。嫌がらせだよ。嫌がらせ？森沢は私が新しいオーナーになったのが気に食わなかったのに違いない。そういうのが私が買収したホテルやレストランに1人や2人必ずいるんだ。私のような乗っ取り屋のダボハゼとは一緒に仕事をしたくないという連中がね。で社長はその枝豆を一粒でも召し上がりましたが。誰が食べるか。全部まとめて森沢の顔に叩きつけてやったわ。なるほど、よくわかりました。分かったらとっとと帰りたまえ。記事にしたかったら勝手に書け。もう考えれば考えるほど腹が立つ。記事にするつもりはありません。それよりまだ何かあるのかね。私は忙しいんだから。神野社長、そんなに枝豆がお好きなら素晴らしく美味しい枝豆があるんですかね。素晴らしく美味しい？どこにだね。兵庫県の丹波にあるんです。兵庫県の丹波だと？取れたてをその場で茹でる、これこそ最高の味です。一日を費やすのに値する味です。取れたてをその場でか。ああ、それこそ贅沢というもんだな。よし。晴れてきたな。これから行こうと言ったら。これからですか？君たちはどうかね。私たちに依存はありません。社長秘書室でございます。私だ。今日のスケジュールはどうなっていたかね。12時より経済同友会の昼食会、14時通産省外食産業懇談会、16時15分横浜支店にて南関東支店長会議。もういい、全部キャンセルにしてくれ。全部ですか社長？私が全部と言ったら全部だ。それから至急ヘリコプターを。かしこまりました。ワンマン社長の典型だわ。いやー、久しぶりに畑仕事をしていい汗かいたよ。それいただきましょう。それじゃあ山岡さん、私はこれで。いろいろありがとう。近いうちにまた。ありがとうございました。お世話になりました。ごゆっくり。どうも。では。ああ、美味しい。外で汗を流した後に飲むビールはまた格別だ。そうだ、枝豆のミニ農園とセットにしたビアホールを作ったら流行になるかもしれんな。自分で取った枝豆をその場で茹でて食べさせる。そういうこと。これはいけるな。ええ、それはいいですね。本当ですね。さてと楽しみだね。取れたての枝豆。色艶もエメラルドのように鮮やかな緑色で。黒い、腐っている。全部腐っているぞ。取ったばかりなのにどうしてなんだ。神野さん、食べてみてはいかがですか。何？これは腐ってなんかいませんよ。美味しい。本当かね。私を騙してるんじゃないだろうな。本当です。本当に美味しいんです。おお、素晴らしい香りだ。甘みが口いっぱいに広がって、しかもコクがある。なんとも重厚な味わいだ。一体これはどういうことなのかね。普通の枝豆は大豆の枝豆ですが、これは丹波名物の黒大豆の枝豆です。黒大豆、そんなのがあったとは。最高の枝豆です。
これ以上のものは他にありません。そうだろうな。いや、こんなうまいものは生まれて初めてだ。森沢さんもこの黒大豆の枝豆を手に入れるのは苦労されたでしょうね。なんてことだ。なぜ森沢はあの時それを言わなかったんだ。森沢さんは心を大事にする方です。腐ってると頭から決めつけるような人には心が通じないと思ったのでしょう。いちいち言い訳をするような方ではありませんから。私だって心を大事にとそれを一番に思って生きてきたんだ。世間が言うような欲の塊の男じゃない。だがいつか知らぬ間にその心が思い上がっていたのか。東京へ戻る。森沢は許してくれるだろうか。森沢さん夫妻は今朝の飛行機で北海道へ帰られました。何？北海道だろうとアラスカだろうと私はどこへでもすぐに行く。これ森沢さんの北海道の住所です。すまん。森沢さん、この店の支配人に昇格したのにまだ自分でビールをついでるんだって？こんな楽しい仕事人に譲れますか？しかし本当にうまいね。ほら、泡が潰れたりせずにぴったりとビールの上を覆っている。この泡のきめの細かさがその秘密なんだよ。この泡はビールの香りが抜けるのを防ぎ、ガスが発散するのを抑える。そしてビールをどんどん飲んでいっても最後の一滴がなくなるまで泡がなくならずに覆い続ける。綺麗な泡が立つというのはビールの冷え加減もちょうど良いという証拠だ。なるほどね。森沢さんは単に継ぎ方の名人というだけじゃない、ビールの美味しさを最大限に引き出す名人なんだね。さあ枝豆ですよ。これが話に聞いた例の枝豆ね。そうなんです。なに例の枝豆ってどれ？うわー、黒い、腐ってるぞ。何がおかしい。この店が腐った枝豆を食わせるのか。うまい。嘘、本当にこれ枝豆？Love is
大新聞社は最大のピンチを迎えました。社の株が買い占められてしまいそうなの。そうなったら大原社主は社主を辞めなくてはならないんです。おまけにこんな大事な時に大原社主ご自身が夏バテで倒れてしまうなんて、どうしたらいいの山岡さん。まずはおかゆでも食べてもらおうか。次回究極のアニメドラマ「おいしんぼ初中の味」。夏バテにはおいしいおかゆ、お楽しみに。